はいはい、行きましょう。はい、RC 東郷。どうもこんにちは。はい、こんにちは。前回ね、桜 D5 を買ったっていう動画を上げたんですけども、実はあの時松井坂さんも買っちゃっとったんで、まあ開封動画は松井坂さん開封はやったんで、で今回制作動画の方になるんですけれども、ちょっとね買ったのはこちらなんですけれども、桜 D5 ね。多分大丈夫。でこちらの方がね、こう買ったんですけれども、これ税込み8800円なんですよ。安い。バカ安ですよね。でこのマシンなんですけれども、組んでいく過程においてどんな感じに組んでいけるのかなっていうのをちょっとね、リスのおじさんの方と一緒にやっていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きますか。もうとっとと行きましょう。はい。とっとと行きましょう。バック1。バック1。いいよ。小皿。グリーンスライム含まれてませんって書いてある。グリーンスライム持ってます。はい。デフにこれを塗ってくれっていうことなんで塗ります。これゴミ袋。はい、ゴミです。回ってる？うん、回ってる。多分いいと思う。多分ですよね。はい。でもう一個。脱脂芯と全然違うんだよね。そうですね。脱脂した方がグリスが飛んで、当然ベアリングの転がりは良くなるんですけど、ただ注意してもらうのはベアリングの寿命が短くなるんで。しかし？いや FRP ですね。FRP ですよ。FRP です。全然いいじゃん。FRP ってこれ硬いの？どうですかね。ちょっと固めっちゃ固めな気がする。おお。8000円ですごいね。それなんか悶々としとるけど。何がついてるの？ちょっとなんか、これ抜き型。抜き型じゃない。多分磨きは綺麗になるけど、そのまま行きましょう。いやいや。はい。それだけやる。はい。これ今流行りの細身の。あ、そうだね。細身のシェイプなんで、結構いいと思いますよ。しなりも。しなりがね、横の方が出るね。ああ。分かった分かった。サンドイッチにすんだ。サンドイッチにして、まあひとまずこんな感じですね。こうやってやると映りやすいよね。ほいほいサンドイッチにするっていう。サンドイッチにして。斬新だね。これ新しいね。意外と重いねこのアーム。ちなみに測って何グラムですか？13グラム。こういう感じでフロントのアームもスルスルです。これなら大丈夫だね。大丈夫。全然問題ない。で、楽っすか電動ドライバー。ちょっと気に入ってるじゃん。だからフロント一点なんだこれ。まあその代わりガイドピン打ち込んであるんで。なるほどなるほど。これで裏にピンが。これでね裏にねサスマウントガイドピンがあるんですけれども、こういう風でこれをシャーシにはめるとここにガイドピンがあって、でここでフロントのネジは1点だけっていうね。でそうするとこういう風に作ってる。これでやべスルスル。スルスルだよ。何これ。すごいよ。かといって、こうガタガタにはなってないのでそんなにいいんじゃないですかね。やべ、桜恐るべし。じゃあマジやばいねこれ。マジやべえ。マジやべえ。
ね、ここが渋いとどんないいダンパー作っても意味ないもんね。そうです。俺は絶対気をつけた方がいい、マジで。あ、どこ？このちょっとまだ仮組っすけど、押さえた方がいい？このここ？これ仮組、本当にカタカタの状態で組まないとリアの刺すマウントが遠いつけるため長いんで、カチカチに締めたマウントめっちゃ入りにくいです。そうですね。だからここを最初仮組しといて、まあ緩くしといてリアつけて、要はこんだけね遠いんがついてるんで。で最後にまた締め直すっていう風にやるといいですね。最初からこっちカチカチにやっちゃうとちょっと強引にやらなあかんのでおかしなことになっちゃうね。ボールじゃないんで、あ、そうだよね。ボールやったら動くんですけどね。スルスル。やべえ、なんかすげえいいぞ。これいいかもしれんよ。ステアリングがね今やっと組んだんですけども、ちょっとネジロックがいったりとか微調整は必要ですよね。これ、そのままバカみたいに締めちゃうとここ渋なっちゃうんで、やっぱさすがとかね、ステアリングラック関係は丁寧に組まないとやっぱりダメ走らんもんね。スペースいいよ見たらあれこうやって入れてからか。どう？あ、これならいいでしょう。こんなもん大体。あんまりそこガッタガタだとね。はい。やっとここできました。ああ、よかった。ちょっと心配になっちゃった。そのナックルみたいだけどギアの部分だね。そう、俺ナックルだと思う。これどう見てもなんかこれね、某 Y 社の某 Y 社のナックルかこれと思ったら違うんだ。これギアステーなんです。ギアのステーなんだね。そこまでだ。タッカーヒーローのネジロックが大活躍ですよ。今日このネジロックが分かったらビデオ撮れんかったからやるなお前。助かった、ありがとう。これグッドフェローでってた。それ普通にラジデンで買ったやつですよ。そうか。どういうギアボックスの構造になってるんですかそれ。知らん。知らんわ。今組んどる途中だもん分かへんわ。YD2 とは違うんですね。どう見ても違うだろう。いやー、またまたとても順番が結構あるね。ごめんなさい。これね、映ってるかな。多分これ通しながらでもベベル先に持ち込むのが早いな。ベベルを入れて通しながらカラーを入れてでベアリングもはめといて。メカメカしいんだよ。いいんじゃないですか。気持ちも感じるけど、まあこんなギアありゃしゃあないね。重いっちゃ重いけど、でもギアだもんな。サーボはこれをつけます。スタバの CT700 ですね。こちらの方をつけたいと思います。
はい、リアの、アッパーアームとナックル取り付けまで終わりました。こんな感じです。こんな感じでリア周りができてます。いいですか。はい。今ランプを作ってます。こんな感じで見えない。もうほらこんな感じであんまりちゃんと映ってない。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。マスクしないと。ため息なんかついちゃいけないのマスクだし。さくら D5 のもね、はい、完成しました。はい、こちらの方ですね。こういう感じになっております。ね、本当にお疲れ様だったんですけども、はい、作る過程においてちょっと感想を聞かせていただきたいなと思って。感想はですね、はい、まず一つは思ったよりも、はい、可動部、足回りとか、可動部あるんですけれど、そのまま組んでも、もうほぼスルスルな状態で、可動部スルスルだそうですね、状態なんで、これ良かったんじゃないかなと、思いました。ダンパーはどうですか？ダンパーはですね、ちょっとシリンダーの径に対してピストンがちょっと小さめなんで、どっちかいうとスカスカというね、ちょっとあんまりシビアではない代わりに、これも動きは問題なく、オイルで調整すればいいかなと思います。なるほど。あとは気づいたというか、やっぱりバルク周り、そのフロントもそうですし、リアもそうですけど、結構特にリア失敗したので、失敗というか、あっちゃーってなったのが、シャフト入れながらレベルギアとか組んでいかないかんとかね。なるほどなるほど。フロントもそうですけど、サーブホーンとかね、この取り付け位置とかリンケージの取り回しが、ちょっと説明書をよーく読まんとあっちゃーってなってしまうことがあるので、そこら辺は皆さん気をつけて、作っていただければ問題なく、作れるかなと思います。ただ見た目本当にねかっこいいんで、見た目、期待できるんじゃないかなと思います。以上、感想でした。感想じゃないね。そう本当感想ですよね。なるほどね、本当にありがとうございました。あと値段がね、本当にもうこれ買ったのは8800円、税込み8800円だったんですけれども、少し複雑な部分はあるのかなっていうのは思ったんだけれども、全然買って挑戦しがいのあるマシンだったなっていうのを思いました。そうなんです。すごくこの辺のね、リア駆動がどういう効果を出すのかね、そうですね、楽しみですよね。なるほど、わかりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。何人かだけで拍手。いいね。雰囲気はありますね。かっこいいですね。かっこいい。かっこいいよね。